それでは、医療法人医、誠会の決算内容をあらあらと見ていきます。医誠会は、大阪府大阪市を中心に展開する、ホロニクスグループの中核、医療提供主体です。早速決算内容。損益計算書、PL を見ていきましょう。損益計算書は、1年の間の売上と経費、それらを差し引いて出てくる利益、または損失を表したものです。グラフは2020年度、21年度、22年度、23年度の4年分です。医誠会は医療主体として9つの病院で年間約370億円の売上。2020年度、21年度と経常利益 4% 台で推移してきました。医誠会は法人の看板病院である医誠会病院と城東中央病院の統合、移転、新築建て替えプロジェクトに取り組んできました。劇場やフィットネスクラブ等の健康増進施設、カフェ等を要する複合施設アイモール内の中核医療施設として建設が進み、2023年10月に完成、オープンに至りました。損益計算書において、新病院に向かって2022年度、23年度、経費額が上昇し、2022年度は経常利益率が 1% 台、2023年度は経常損失を計上しています。決算報告書によると、2024年度には、旧病院の不動産処理で特別利益が予定されているようです。一時の特別な事情とは関係なく、2024年度以降、本来業務での持続可能な収益構造となるよう、取り組んでいる最中ということでしょう。日々の医療やサービスの展開とともに収益面でも注目です。続いて、貸借対照表を見ていきましょう。貸借対照表は、決算期末時点で、現金、資産、借金の状態がどうなっているかを示します。損益計算書と同様、2020年度、21年度、22年度、23年度の4年分。貸借対照表の書き方に合わせて、各年度、左側に資産、右側に負債、借金としています。ここでも新病院建設の影響が大きく見えます。固定資産が年度ごとに上昇していっています。建物の建設費は、着手金、中間金、完成金と分割で、建設施工会社に支払うのが一般的です。また、大規模かつ専門性の高い建物であれば、専門の設計者、管理者への支払いもあります。建物の建設は大規模であれば1年で終わらず、中には2、3年かかるものもあります。各年度で設計者、建設施工会社にお金を支払い、固定資産の中の建物建設仮勘定として積み上げていき、完成した年度で全ての金額を固定資産、建物として計上することになります。建設を進める途中で支払うお金は、金融機関等から順次借り入れ、固定負債の中の長期借入金として計上され積み上がっていきます。新病院が開院したら、売上から長期借入金を順に返済していきます。決算書から金融機関との契約条件を詳細に読み取ることはできませんが、一般に建物による借金の返済は20年で想定することが多いです。今回の新病院、1年でかかったお金、借りたお金を仮に300億円とします。300億円を20年で返すとしたら、1年で15億円。1ヶ月で1億2500万円です。ここで、再び損益計算書に戻ります。2020年度の経常利益が 15.7 億円。2021年度の経常利益が 18.4 億円。新病院で仮に売上が増えなくても、元々の活動で返済していける判断といったところでしょうか。詳しい方は、建物の減価償却費、利息の経費計上はどうなんだとお感じでしょうが、この動画では、ざっくりの読み解きだけとします。新病院で新たな試みをして、売上も利益も大きくして、地域に貢献しようという意気込みでしょうから、今後の活躍に大いに期待ですね。資金量と経費のバランスを見てみましょう。
直近の会計年度は新病院オープンの影響か、前の年度を大幅に経費が増加しています。このままでは新病院が通常運転した時の必要経費はわかりにくいです。ざっくりと年間売上から推定します。直近の年間売上約360億円から1ヶ月の必要経費は30億円。事業未収金が約20億円と記載されているので、資金量としては 1.52 ヶ月分を保有しているということになります。もちろん、この医療法人だけでなく、グループの企業、一般社団法人等が存在しますので、すべての実力をご紹介はできませんが、医療法人だけでもこれだけの大きさということになります。新病院での挑戦が大きな飛躍の結果として出てくることに期待しつつ、ホロニクスグループの中核医療主体、医療法人医、誠会の損益計算書と貸借対照表のご紹介でした。それではまた次の医療法人、社会福祉法人でお会いしましょう。